フリーランス？要するに、ニートってことじゃないの？その一言で空気が凍った。週末の合コン、大学時代の友人の頼みで人数合わせに借り出された。なのに、初めて会った令嬢は、俺を見た瞬間あからさまに眉を潜めてきた。私たちはね、弁護士と飲むって言うから来たわけ。なのに、どうしてこんなの連れてきたの？隣にいたスーツ姿の男性陣も言葉を失い、ホスト役の木本ですら、あたふたと目をそらす。バーカウンターの照明が華やかな席を照らしているはずなのに、肌に刺さるのは冷たい視線ばかり。そのまま令嬢はワイングラスをテーブルに置き、鼻を鳴らしながら吐き捨てた。あんたみたいな社会のゴミと同席するなんて時間の無駄よ。とっとと帰ってくれない？俺はかすかな笑みを返すしかない。このまま居座っても場の雰囲気が良くなるとは思えないからだ。じゃあ俺は失礼するよ。軽く一礼して出口へ向かおうとしたその時、店の奥から新進気鋭の若手歌手が現れた。彼女は俺の姿を捉えると驚いたように口を開く。あれ？作曲家さん、どうしてここに？周囲の視線が一気に集中する。さっきまで俺をニート呼ばわりしていた令嬢たちが目を丸くして固まっていた。あなた、まさかあの天才作曲家？このハプニングが俺の人生と彼女たちの運命を大きく変えることになるとは、まだこの時は知る由もなかった。俺は杉崎優斗。都内でフリーランスとして音楽関係の仕事をしている。と言っても、世間一般の自由でクリエイティブな音楽の仕事というイメージとはちょっと違うかもしれない。実際は細かなスケジュール管理や雑務も多く、曲の原案作りやアレンジの締め切りに追われる日々だ。収入も安定しないからそこそこ苦労している。だが、子供の頃から好きだった音楽をどうにか職にできていると思うと、なんとなくやりがいを感じてしまうのも事実だ。今日は一区切りついた案件があって、ようやく解放感を味わっていた。もともと納期がギリギリだった楽曲の制作をどうにか終えて、先方にデータを納品できたのが数時間前。正直クタクタになっていて、こんな日はさっさと帰って眠るに限る。そう思いつつ街を歩いていたら、ふと誰かに肩を叩かれた。おい、優斗じゃないか？振り返ると、そこに立っていたのは大学時代の同級生、木本匠だった。彼は当時から優秀で、卒業後は弁護士になったと風の噂で聞いたことがある。キリッとしたスーツ姿は相変わらずで、見るからに忙しそうだ。やっぱりお前か。久しぶりだな。どうしてこんなところに？ちょっと用事があってな。お前こそ珍しいな。こんな遅い時間まで仕事か？そういうところかな。まあいろいろあるんだよ。ところでお前今、時間あるのか？そう言って彼はにやりと笑った。こういう顔をする時の木本は大抵ろくでもない企みを考えている。学生時代からの付き合いで、俺はなんとなく勘が働いてしまった。いや、悪いけど今日はさっさと帰って休みたいんだ。徹夜明けで体がバキバキなんだよ。そんなこと言わずにさ、実は今から合コンなんだよ。人数足りなくて困ってるんだ。うちの事務所の連中と、ちょっとした令嬢のお仲間たちって感じだけどな。令嬢？なんだよそれは。また随分と派手なメンバーだな。木本が言うには、今夜は彼の仲間が主催する合コンらしい。そんなキラキラした場に、俺なんかが混ざっていいのだろうか。自分で言うのもなんだが、スーツを着慣れている彼らに比べると、どう考えてもラフすぎる格好をしている。俺は場違いだろ。お前らみたいにスーツを着こなしてるわけじゃないし。そこをなんとか、あと一人だけ男性枠が空いてるんだよ。それに、俺たちは学生時代からの仲じゃないか。頼むよ。合コンって言っても、堅苦しいのは嫌だし、お前が来たら空気和むだろ。正直行きたくはなかった。だが、木本の、どうしても頼むという一生懸命な顔と、昔からの縁を無下にするのも気が引ける。それに、せっかく久しぶりに再会したのだ。ちょっと顔だけ出して、ほどほどのところで切り上げればいいか、と妥協することにした。わかったよ。じゃあ1時間だけな。あんまり長いするつもりはないぞ。サンキュー、助かったよ。そんなやりとりをして、
俺は木本の後に続く形でタクシーに乗り込んだ。向かった先は都会の中心街にある高級感漂うバー。店のガラス扉を開けると、落ち着いた照明の下で、すでに何人かがシャンパン片手に談笑していた。遅れてすみません。木本です。こっちは友人の杉崎優斗。急に誘っちゃってごめん。木本がそう言って、全員に目配せすると、弁護士風の男たち数名と、ドレスアップして華やかな女性たちがこちらを見た。パッと見でもわかるほど、みんなきちんと仕上げてきている。男性陣は全員スーツ。女性陣も高級ブランドらしきバッグやアクセサリーを身につけているようだ。よろしくお願いします。一応、俺も頭を下げて挨拶する。すると、その中の一人、華やかな装いの女性が目を丸くして、俺の服装を上から下まであからさまにチェックした。彼女の名前は真田凛香というらしく、後で木本に耳打ちされたが、かなり大手の会社の令嬢だという。ちょっと失礼だけど、そのラフな格好、あなたも弁護士か何か？今日は弁護士限定のはずなのに？いや、俺は弁護士じゃない。ただのフリーランスさ。普段は音楽関係の仕事をしていて、まあ、今日誘われて急遽来ただけなんだ。俺としては丁寧に答えたつもりだった。だが、その令嬢は明らかに呆れ顔で、はっと鼻を鳴らした。フリーランス？音楽？要するに定職についてないってことでしょ？ニートみたいなもんじゃないの？まあ、そういう解釈ならそうかもしれない。でも、正確には少し違うんだけどね。言い返すのも大人げない。俺はふっと笑ってスルーしようとしたが、令嬢はさらに言葉を続けた。私たちはさ、きちんと資格を持って頑張ってる人たちと飲みたいわけよ。っていうか、なんでこんなの連れてきたの？木本さんも説明不足だったんじゃない？これじゃ、せっかくのお席が台無しだわ。ちょっと凛香さん、それは言い過ぎだろう。木本が慌てて俺を見る。すまん言うと、本当に知らなかったんだ。許してくれ。場の空気が一気に重たくなる。周囲の弁護士仲間たちも居心地悪そうにしていた。一部の男性陣はちらりと俺に同情の視線を向けるが、それ以上は何も言えないらしい。別にいいよ、木本。気にしないでくれ。ほら、そもそも俺も疲れてて、あんまり長居するつもりなかったし、令嬢からニートだの、こんなのだの散々言われても、正直そこまで怒りが湧いてこなかったのは自分でも不思議だった。多分、徹夜明けで思考回路が鈍っていたのと、こういう場に呼ばれたらこうなることも覚悟していたからだろう。昔から少し浮きがちな性格だった俺は、こういった社交の場にはそぐわない。本人が一番よくわかっている。ありがとうな、木本。せっかく呼んでくれたけど、俺やっぱり帰るわ。お前らの迷惑になるしな。俺はそう言って席を立つ。木本は、悪い、と申し訳なさそうにうつむく。申し訳ないのはむしろ、俺の方だ。木本の顔を潰すようで少し心苦しかったが、これ以上ここに居座っても、双方にとっていいことはなさそうだ。じゃあ失礼します。礼儀として軽く頭を下げると、俺はバーの出口へ向かった。背後から令嬢の、まあいいわ。あんな貧乏バイト相手にしてもね。という声がかすかに聞こえた気がするが、それを気にする余力はもうなかった。とにかくここを出て、まっすぐ家に帰りたい。そんな思いだけを支えに、重い足取りでドアに手をかけた。その時、あれって、もしかして歌手の彩香じゃない？店の奥から急にざわめきが起こり、思わず振り返る。すると、カウンター近くの席からすらりと立ち上がった女性が、そちらにいた客たちに取り囲まれ始めていた。小顔で華やかな雰囲気。今、急上昇の人気を誇る新人アーティストだと噂されていた。彼女の名前は星野彩香。まだ地上波の音楽番組にはほとんど姿を見せていないが、今最も注目を浴びるネット発アーティストとして、若者を中心に圧倒的な支持を集めている。特に配信限定でリリースしたサニーハートは、出した途端に大手ストリーミングサイトのチャートを総なめし、ダウンロード数、再生回数ともに他の人気アーティストを抑えて堂々の1位を独走中だ。マジで本物？やばい、めちゃくちゃ可愛い。合コンの弁護士たちも浮き足立っている。すると、その女性がちらりと
こちらに目をやる。ふと視線が交わった瞬間、彼女は、もしかして、と、俺の顔をじっと見つめた。プロデューサーさん杉崎さんですよね。うん。かろうじてそれだけ返すと、彼女はマスクをずらしてニコリと微笑む。その笑顔が合図だったかのように、合コン参加者たちがざわつき始めるのが背後で分かった。知り合いなの？ちょっとすごくない？彼らの驚きの声が一気に耳へ飛び込んできて、俺は思わず目を伏せる。すると、彩香は店内のみんなに向けて、ペコリと会釈すると、はっきりした口調で言った。杉崎さんは、サニーハートを書いてくれた作曲家さんで、プロデューサーでもあります。一瞬、合コン参加者たちの間に間が生まれた。誰もがあっけに取られたようで、作曲家？プロデューサー？と、顔を見合わせている。さっきまで、俺のことを鼻で笑っていた連中が、嘘のように目を丸くして、口をつぐんでいるのが分かった。そんな様子を見た彩香は、戸惑ったように首をかしげる。皆さんは杉崎さんのお友達ですか？まあ、一応そういうことには。俺が適当に答えると、令嬢や弁護士たちが焦ったように目を泳がせる。彩香は深々と頭を下げながら、控えめな口調でこう続けた。杉崎さんには本当にお世話になってるんですよ。私がこうして、たくさんの人に聴いてもらえるようになったのも、杉崎さんの素敵な曲のおかげなんです。木本が、お前そんなにすごかったのかよ、と目を見開いてつぶやいたが、俺としては複雑な気分だった。何しろ、作曲するときは本名を使っていないせいで、こういうプライベートの場で表だって言われると困るのだ。だが、彩香はそんな事情を知らないから、純粋に感謝の気持ちを伝えてくれているだけなのだろう。すると他の客たちが、やっぱり星野彩香だ！サインお願いしたい！と寄ってきた。あっという間に混雑し、店内はパニック一歩手前だ。ちょっと待って、押さないで。彩香はファンを大切にするタイプだと知っているから、無下に断るわけにもいかない。しかし、これでは彼女が潰されてしまうかもしれない。俺はなるべく落ち着いた口調で周囲に呼びかける。すみません。彼女も疲れてますから、また別の機会にお願いします。星野さん、こっちへ。そう言って、彼女の腕をそっと引き、人混みの間に少しだけ隙間を作りながら、扉の方へ向かう。俺はそのまま、バーの外へと急いだ。夜風を受けて、ようやく一息つく。彩香はやや息を上げているが、その瞳にはほっとした色が浮かんでいる。バーの前にはまだ人だかりがあるし、彼女をこれ以上注目の的にするのは気が引けた。俺はこっちへ行こうと声をかけ、彼女と共に人気のない路地へ足を運んだ。助かりました、杉崎さん。そう言って、彩香は小さく笑う。さっきまであの狭い店内で押し合いへし合いだったことを思うと、こうしてひんやりとした夜風を感じられるだけでもだいぶ落ち着く。いや、俺こそ、それより大丈夫か？押されたりしてなかったか？はい、大丈夫です。でも、杉崎さん、あれ友達じゃないですよね。合コンに参加してるなんて意外。そういうのをやるんですね。彩香は、ちらりと俺の顔を伺い、どこか呆れたような笑みを浮かべる。まるで、軽蔑の眼差しを向けられているようで、俺は思わず慌てた。ちょっと待ってくれ。俺が好きで参加したわけじゃないんだ。同級生に無理やり連れてこられただけなんだよ。ふーん。彩香は目を細めて、相変わらず呆れ気味。ところで、彩香はなんであんな店に？仕事の打ち合わせか何か？俺が話題を切り替えるように尋ねると、彩香はこくりとうなずいた。はい、レコーディングのことでスタッフと食事がてら打ち合わせしてたんです。終わって店を出ようとしたら、あっという間にバレちゃって、私、まだテレビ番組とかにはほとんど出てないのに、ネットで顔を知られすぎてるから、なかなか隠れにくくて。そうか。いつも大変だな。そうこう話しているうちに、彼女の緊張した様子が少しずつ溶けていくのが分かった。ため息混じりの口調ではあったが、いつも収録や制作現場で見せるのと同じ、自然体の星野彩香に戻りつつある気がする。それにしても、最近の曲もすごい反響ですよ。私の SNS にリプやコメントが絶えなくて、
毎日通知が爆発してるくらい。彩香は嬉しそうに言う。あ、確かに、先週リリースしたばかりの新曲は、配信サービスのランキング上位にいきなり踊り出たと、連絡をもらっていたっけ？うん、君は本当にすごいよ。どんどん人気が出てきてるし、このままトップアーティストになってもおかしくない勢いだ。俺がそう返すと、彼女は、私じゃない、と首を振った。杉崎さんがすごいんです。私がこうして人気になったのも、杉崎さんが書いてくれた曲があったから、最初に声をかけてもらえなかったら、私はずっと売れない歌手のままだったかもしれません。そんなことはないさ。ただ、たまたま路上で歌ってる君の声がすごく良くて、歌ってみないかってお願いしただけだろ。それが大事なんです。あの時拾ってくれなければ、私、今の事務所にも入れなかったし、本当に感謝してます。彩香は照れくさそうに笑いながら視線を外す。こうしてお礼を言われると、なんだか居心地が悪い。俺はあくまで曲を作っただけで、歌うのは彼女自身。ここまで人気を得られたのは、彩香の並外れた才能と努力の結果だ。それなのに、俺にまで感謝してくれるだなんて、まったく、謙虚すぎるくらいだ。まあ、俺の方こそ、いい歌い手に出会えてラッキーだったよ。これからも一緒に頑張ろうな。はい。あ、もうこんな時間、そろそろ帰らないと。スマホの時計を見た彼女が少し残念そうに言った。どうやら迎えのタクシーが近くまで来ているらしい。じゃあ行くか。ここら辺は夜も遅いし、変な連中に見つかってまた騒ぎになるのは勘弁だしな。はい。杉崎さんこそ帰り大丈夫ですか？まだ合コンの人たちが待ってたりして。いや、行かないよ。もうたくさんさ。とにかくお互い気をつけて帰ろう。はい。じゃあまた近いうちにスタジオで。そう言って手を振る彩香は、さっきバーでファンに囲まれていた時とはまるで別人のように、あっさりとした笑顔を浮かべていた。それから数日後、俺は都内の小さなスタジオで彩香と一緒に新曲のアレンジについて打ち合わせをしていた。今日はコーラスの部分にもう少しアコースティックギターを重ねて全体の抜けを良くしようと思うんだ。どうかな？いいと思います。前回の曲以上に明るくて聴く人の背中を押すような雰囲気を強調したいですよね。彩香は以前よりもずっと生き生きと意見を交わすようになっていた。売れ出したばかりの頃は少し控えめだったが、人気が高まるにつれて、自分の表現に自信を持ち始めているのが伝わってくる。それはアーティストとして確かな成長だし、俺としても頼もしい限りだった。じゃあひとまずメインボーカルの収録とコーラスの仮歌を取ってみよう。音を合わせてみてバランスを確認したい。わかりました。準備してきますね。彩香はそう言うと、ボーカルブースへ向かった。俺はパソコンを立ち上げて、レコーディングソフトを起動させる。早速、オケの再生準備を整えていると、不意にスマホが震えた。画面を見ると、着信相手は見覚えのない番号だ。誰だ？怪訝に思いながら応答すると、受話器の向こうから意外な声が聞こえてくる。もしもし、杉崎さん？私、真田です。先日のバーで失礼なことを言ってしまった。一瞬誰だろうと考える。だが、バーで失礼なことを言ったという言葉でピンときた。あの令嬢、真田凛香か。真田さんか。よく俺の番号がわかりましたね。木本さんに聞きました。勝手に連絡してしまってすみません。でも、どうしても謝りたくて。電話越しの声はやけに低姿勢で、バーで見せた高飛車な態度とはまるで別人のようだ。少し面食らいながら俺は口を開く。いや、俺の方は別に気にしてないので、もう済んだことだし。それでも、あの時は本当にごめんなさい。杉崎さんがこんなにすごい作曲家さんだと知らずにニート呼ばわりなんて。いや、謝ってもらうほどのことでもないよ。俺の方も場違いでしたし、実際疲れていたこともあって当時はさほど傷つかなかった。けれど彼女の方はどうやら深刻に捉えているようだ。とにかく直接お詫びをさせてください。今どこにいらっしゃるんですか？もしご迷惑でなければすぐ伺いたいんですけど。
今？いや、ちょっとスタジオで。そう言いかけたところで、ボーカルブースの中の彩香が、準備できました。と手を振るのが視界に入った。俺は迷う。仕事の途中とはいえ、彼女がわざわざ謝罪に来るという。ここで断って、また面倒なことになっても困る。わかりました。今都内の桜ワークスってスタジオにいる。大通り沿いだからタクシーでもすぐ見つかると思います。ありがとうございます。ではすぐ向かいます。電話を切ると、俺はため息をついた。慌ただしいことになるかもしれない。けれど、一度切り上げて、改めて日程を組むのも億劫だし、何より、直接謝罪したいという凛花の申し出を、あまり邪険にはできなかった。それから、小1時間ほど作業を進めていると、スタジオの入り口ドアがノックされた。すぐにスタッフが対応するが、お知り合いの方が来られています、と声がかかる。通されたのは、前回とは打って変わって、シンプルな白いブラウスに落ち着いた、タイトスカート姿の凛花だった。厚化粧でもなく、派手なアクセサリーも身につけていない。まるで、普通の OL のような装いで、彼女がやたらと緊張しているのが伝わってくる。この間は、本当に申し訳ありませんでした。彼女はそう言うなり、スタジオの一角に置かれたソファーの前で深々と頭を下げた。そこにはちょうど休憩中の彩香もいたので、俺は軽く肩をすくめながら紹介する。星野彩香です。はじめまして、星野です。先日はちゃんとご挨拶できなくて、すみませんでした。彩香はそう言って軽く会釈した。本当にあんな態度を取ったことを反省してます。あの夜は正直、私も仕事で色々あって、合コンって言ってもお嬢様方の集まりなんて気を張らなきゃいけないし、言い訳になりますけど、余裕がなかったんです。それでも、ニート呼ばわりまでしたのは言い訳できないだろうが、本人なりに一生懸命なのが伝わる。今更蒸し返しても仕方ないし、心から謝罪してくれているのなら、それでいい。わかりました。もうそんなに気にしてませんので、わざわざ来てくれてありがとうございます。俺がそう言うと、凛花は安心したように息をついたが、すぐに真剣な顔つきになった。それで、実は今日、謝罪以外にもお話があって、私、父が経営する桜エンターテイメントというレコード会社の関連レーベルで働いているんです。今回桜レコードで新しいプロジェクトを立ち上げることになりまして、もしよろしければ、杉崎さんと星野さんに参加していただけないかと思って。彩香と顔を見合わせる。あの合コンで、令状という単語は耳にしていたが、具体的にどういう家柄かまでは聞いていなかった。だが、桜エンターテイメントといえば、国内の音楽業界のトップクラスに君臨し、数多くのヒットアーティストを生み出してきた超大手企業だ。毎年、複数のアーティストが大型の音楽賞を受賞し、全国ツアーや海外進出までサポートするその実績は群を抜いている。まさか、その社長の令状が目の前にいるなんて想像すらしていなかった。うちの会社は大手とはいえ、最近は若者向けの音楽市場で他社に追い抜かれそうなんです。そこで、ネット発の勢いあるアーティストを集めようと、今力を入れて企画を練っていて、星野さんの人気や杉崎さんの作曲センスは絶対に欲しいって、社内でも話題になってるんです。もちろん、具体的な条件面でもできるだけ好待遇を用意します。そう言いながら、凛花はスマホ画面をこちらに向け、プロジェクトの概要や仮契約書のような資料を見せてくれた。ざっと目を通す限り、破格の予算が組まれているらしい。メディア露出はもちろん、大規模なプロモーションやイベント出演などをセットで提案している。彩香を国民的歌姫レベルまで押し上げるというのが会社の方針であり、そのために大金を惜しまないというのだ。木本から令状と聞いたときは、おそらく金持ちのお嬢様くらいのイメージだった。だが実際は、彼女の父親が日本の音楽業界に大きな影響力を持つレーベルの社長だったとは。父も星野さんの楽曲を全部聴かせていただいて相当気に入ってます。杉崎さんが作るメロディーの良さと星野さんの声の魅力は今の時代にぴったりだって。だから今回大きくバックアップしたいと考えていて。いや、でも、俺たちは今、小さな事務所やフリーで動いてるから、
いきなり大手レーベルと契約するにはハードルが高いというか、既存の契約関係もあるし、俺がそう言うと、凛花はもちろん承知していますとうなずいた。既存の契約は可能な限り円満に調整します。違約金などもうちのレーベル側で負担する方向で進めるつもりです。とにかく星野さんが納得してくれるならいくらでも便宜を図ると社長も言っています。そこまで言われるとさすがに俺も驚かざるを得ない。フリーランスの作曲家である俺にとってはよほどの大物アーティストでもなければ想像できない規模のサポートだ。すごいですね。ここまでの条件提示、普通はありえないんじゃないかと。彩香が信じられないといった表情を浮かべる。凛花はそんな彩香に向き直り頭を下げるように言葉を続けた。もちろん星野さんにもプレッシャーはかかると思います。国民的歌手になるには膨大なメディア露出や大きなステージでのパフォーマンスも求められるでしょう。でも私どもは必ず力になります。どうか信じてほしいんです。控えめながらも彼女の言葉には確かな熱意がある。先日の傲慢な姿からは想像できないくらい今の凛花は一生懸命に頭を下げていた。彩香は一度俺の方に目をやる。どうするべきなのかまだ判断がつかないのだろう。俺自身も彼女を大きく飛躍させるにはこの話が魅力的なものであることは間違いないと感じていた。ひとまず返事は保留でいいですか？もちろん前向きに検討はします。ただ今の事務所やスタッフとの関係もあるし彩香のスケジュールもあります。そこを整理したいんです。はい、もちろん大丈夫です。父も星野さんの負担にならないように最大限調整すると言っていますので、お気軽に何でも相談してください。凛花はそう言い残し、深くお辞儀をしてスタジオを後にした。見送った後、彩香と顔を見合わせる。お互い、まさかこんな展開になるとは夢にも思わなかった。それから1週間ほど、俺と彩香は今後のキャリアについて真剣に話し合い、彼女のマネージャーや俺の知り合いの業界関係者にも助言を仰いだ。結果として、大手レーベルとの契約を結ぶ方向に大きく傾いた。彩香はまだ若い。勢いがある今だからこそ、より大きなステージに挑戦する意義は大きい。俺もフリーランスであるため、規模の大きい仕事を経験したいと思っていた。そして何より、凛花側が示す待遇やプロモーション内容は、彩香を国民的アーティストに押し上げるだけの説得力があった。最終的に契約がまとまったのは、凛花が正式に手配した都内の高層ビルに入る豪華な会議室でのことだった。黒光りする大理石のテーブルに深いグリーンの革張りチェアがずらりと並べられた部屋はいかにも超大手らしい圧倒的な存在感を放っている。そこに凛花の父親、桜エンターテイメントの社長が姿を見せると、俺と彩香の前までゆったりと歩み寄り、柔らかな笑顔を浮かべた。いやー、お会いできて光栄です、杉崎さん、星野さん。ようこそいらっしゃいました。この度は私どものレーベルでお力を発揮していただけるとのこと、大変嬉しく思っています。星野さんの歌声、先日送っていただいた映像で拝見しましたよ。素晴らしい才能だ。これはぜひ、うちの力で日本中、いえ、世界中に広めたいと思っております。よろしくお願いします。精一杯、歌で答えたいと思います。彩香がそう頭を下げると、社長は大げさなほどにうなずいてみせる。そして、俺の方へも視線を移し、杉崎さんの作るメロディーは素晴らしいですよ。いや、本当に。と言いながら、さらりとこちらの経歴などを持ち上げた。それから、部下たちが契約書や資料を手渡してきて、話はトントン拍子にまとまっていく。双方の条件をすり合わせる作業は短時間で終わり、最終的に、俺と彩香は桜エンターテイメント、正確にはその関連レーベルと正式な契約を交わすことになった。その後は、桜エンターテイメントの盤石なプロモーション体制の下で、彩香の知名度は爆発的に上がっていった。主要テレビ局の音楽番組に次々と出演し、CM タイアップやドラマ主題歌のオファーが殺到。街角の大型ビジョンや雑誌の表紙など、どこを見ても彩香の姿が目に飛び込んでくる。いつの間にか、彼女の曲はお茶の間でも当たり前のように流れる存在になっていた。最初は喜びこそ大きかったものの、
ふとした瞬間に感じてしまうのは、彼女がどんどん遠い存在になっていく。そんな寂しさだった。お互いのスケジュールが過密すぎて、まともに顔を合わせる機会が激減した。打ち合わせすらオンラインで済ませることも珍しくない。ビデオ通話をつないでも、背後からスタッフの声や外部の音が入り込んで落ち着かないし、彩香の方も疲れているのか、画面越しに無理に笑顔を作るだけで、どこかよそよそしい。杉崎さんすみません。ちょっと次の撮影が迫ってて、細かいところは追ってメールで大丈夫ですか？そんな風に慌ただしく通話を打ち切られることもしばしば。俺から細かいアレンジの提案をしても、彩香は、すみません。後でマネージャーと確認しますね。と、どこか上の空だ。以前のようにこうしたいああしたいと熱を持って話し合った頃が嘘のように感じてしまう。スケジュールの兼ね合いで仕方ないとはいえ、画面に映る彼女がすっかり芸能界の顔になりつつある気がして、ほんの少し孤独を覚える。終了アイコンをタップして通話画面が消えるたび、まるで向こう岸へ流される船を見送っているような感覚に襲われた。そんなある日の深夜、ようやく作業の切れ目ができた頃、事務所からの帰り際にスタジオ付近で彩香と偶然顔を合わせる機会があった。マネージャーも付き人もおらず、マスク姿の彼女はほっと一息ついたように俺に視線を向ける。杉崎さん、ちょっとだけ話せますか？いつもは慌ただしくマネージャーに呼ばれ、すぐ次の現場へ移動してしまう彼女が一人で俺の近くに立っている。マスクも外した素顔からはかすかな疲労が伺えた。どうした？もう遅い時間だけど。少しだけでいいんです。外で話せる雰囲気でもなかったため、俺は彼女を伴ってスタジオの中に行くことにした。彼女はソファーに腰を下ろして深呼吸をする。普段はテレビ画面やステージで完璧な笑顔を見せるスターのはずなのに、今の彩香はどこか儚げだった。実は、最近思うんです。私の歌が私の歌じゃないみたいで、忙しすぎて、一曲にかけられる時間があまりにも少なくなってて。彩香はそう言いながら、ちらりとこちらを見やる。ためらいがちな言葉の端々から胸の奥に溜まったモヤモヤが伝わってくる。ほら、デビューした頃は、一曲一曲もっと丁寧に時間をかけて作り上げられたじゃないですか。でも今は、スケジュールを詰め込みすぎて、レコーディングやミックスも駆け足で済ませることが多いですよね。自分が本当に納得できるまで向き合えないまま、曲が世に出ていくのが正直怖いんです。彩香の瞳が切なげに揺れる。そこには、アイドルのように祭り上げられている華やかな姿などみじんもなく、ただ純粋に歌を届けたいと願う一人のアーティストがいた。でも、私は恵まれてるのも分かってます。こんなに大手のレーベルで、しかも大勢の人に私の歌を聴いてもらえる。多分、夢のような環境なんだと思います。でも、なんか違うんですよ。思ってたのと違う。もう少し、一曲ごとに真剣に向き合って、自分の声を大切にしたいのに。言葉を最後まで絞り出すと、彩香は視線を落とし、拳をきつく握りしめる。その指先がわずかに震えているのを見て、俺はそっと彼女の肩に手を置いた。今が忙しすぎるだけだよ。むしろ、それだけみんなが君を求めてるってことじゃないか。確かに時間は足りないかもしれないけど、君が本当に届けたい歌があるなら、きっとどんな方法でも届けられる。大丈夫だって。俺も手伝うから。俺がなるべく穏やかな声で諭すと、彩香はうつむきがちに唇を噛み、次の瞬間、ぽたりと涙をこぼした。その涙はひどく静かで、けれど、切実さをはっきりと伝えてくる。彩香泣くなって、誰かに見られたら大変だぞ。俺がそう言うと、彩香はハッとしたように目を伏せた。ここで涙を流している姿を週刊誌やカメラにでも撮られたら、一瞬でスキャンダルになりかねない。そして、彼女は泣く場所もなくなっていたのだと、ふと気づく。ステージに立てば、ファンの声援を浴び、仕事現場ではスタッフやスポンサーの目がある。友人の前だって、いつも明るく振る舞わなきゃいけない。一人の時間だって、SNS の通知は止まらない。どこへ行っても、泣く自由なんて与えられない世界の中で、彼女は息を詰めていたのだろう。でも、俺の前なら泣いてもいいよ。そう伝えた途端、彩香の目にはみるみる涙が浮かび、
こらえきれないものが頬を伝う。きっと、自分の素直な感情をさらけ出すことも許されずに、走り続けてきたのだ。俺はそんな彼女の肩をそっと支え、小さく息をつく。周りには誰もいない。もう遠慮しなくていいと告げるように、静かに背中をさする。私、やっぱり杉崎さんと一緒に歌を作りたい。駆け足のままじゃダメなんだ。私。彼女の肩は小刻みに震えていて、その体温がじんわりと伝わってくる。少し前まで大勢の前で堂々と歌っていた人とは思えないほど、今の彩香はか細く、今にも折れてしまいそうだ。ゆっくりでいいんだ。誰かにせかされるんじゃなくて、俺たちが納得できるスピードで曲を作ろう。言葉をかけるたび、彩香のおえつは少しずつ落ち着いていく。肩をさすりながら、俺もまた、彼女の不安や苦しさを分かち合うように息を吐いた。スタジオの外では深夜の闇が広がっているが、控え室の小さなライトだけが俺たちの小さな語らいを優しく照らしていた。あの夜、涙を流す彩香をなだめて以来、俺の中でいろいろな思いが渦巻いていた。忙しさに押されてやりたいことができないのは、おそらく彼女だけじゃない。俺だってもっと時間をかけて一曲を磨きたいという理想はある。だけど、現実には締め切りやスケジュールを優先しなきゃいけない場面が多いのがこの世界だ。それでも俺たちは少しでも自分たちの納得いく音楽を作ろうと踏ん張ってきた。特に彩香がこぼしたあの涙を見てから、どうしても書きたい曲が頭の中に浮かんで離れなくなった。そして数日後、寝る間を惜しんで書き上げた新曲は驚くほどの手応えがあった。自分の中でもこれだと確信を持てるメロディーに仕上がり、思わず徹夜明けに歓声を上げそうになったほどだ。これ、すごくいい曲じゃないですか。ある夕方、彩香がスタジオに来るなり、すぐにデモを聴いてもらった。イヤホンを外した瞬間、彼女の目にはすでに涙が浮かんでいる。ごめん、急に泣いたりして。でもどうしよう。言葉にならないくらい嬉しくて。彩香は指先でまぶたを拭いながら、感極まったように息を吐いた。そっと再生を止めた俺は、恥ずかしさを隠すように小さく肩をすくめる。実はさ、初めて出会った時の君をイメージして書いたんだ。路上で歌ってた頃の、ちょっと不器用な熱量とか、純粋さとか、今の君にも通じる思いがちゃんと形になればいいなと思って。ありがとうございます。本当にすごい。なんでこんなに胸に響くんだろう。彩香の方には、まだ涙が伝っていたが、その瞳には確かな輝きが戻っていた。絶対これを自分の声で最高に仕上げたい。とでも言うように、まっすぐこちらを見つめてくる。俺はそんな表情が愛おしく思えてならなかった。その翌日、社長に新曲のデモを聴かせるために、本社ビルへ足を運んだ。応接室に通されると、すでに社長は黒いソファーに腰掛けていた。おお、これはまた素晴らしい曲じゃないか。星野さんにぴったりな心打たれるメロディーだね。社長はそう言って鼻歌を交えながらもう一度デモ音源を再生する。内心ほっとする。ここまで高評価なら彩香の希望通りこの曲をのびのびと作り上げられるに違いない。だが次の瞬間、彼はあっさりとした調子でこう続けた。決めた。これ新人に歌わせよう。新人ですか。思わず聞き返すと、社長は苦笑するようにうなずいてみせる。実はな、凛花が歌手になりたいと言ってきてね。以前から声楽を学んでいて、すごく歌が上手いんだよ。大学でも発表会のたびに先生たちが絶賛するほどの腕前でな。社長が意外な提案を持ち出した瞬間、俺は思わず目を見開いた。凛花。つまり、真田霊場のことだろうか。ちょっと待ってください。この曲は彩香、星野さんのために書いたものなんですが、俺が慌てて切り返すと、社長は気にした様子もなく、椅子の背もたれにふんぞり返る。星野さんはもう十分人気があるし、売れっ子だ。君の曲を歌わなくても困りはしないだろう。むしろ、今度の新人をしっかり育てるには、最高の名手としてこの曲を使いたい。まあもちろん最終的には検討するけどね。彩香は、この曲にすごく思い入れがあるんです。俺も彼女をイメージして。イメージは大事だが、商売も大事なんでね。まあ考えておいてくれたまえ。星野さんには別の作曲に依頼した曲を用意しよう。その方が効率的だ。そう言うと、社長は音源を止めた。
部屋に静寂が戻る。思わず言葉を失った俺を尻目に、彼は立ち上がって部下に指示を出し始める。レーベル会議だの企画案だのと、業務的な話が流れる中、俺はまるで蚊帳の外だ。あの曲は、彩香が涙を流して喜んでくれたのに。脳裏に彩香の瞳が浮かぶ。彼女のための曲だ。それをいきなり別の新人に歌わせるなんて、一体どう受け止めればいいのか。社長の言う理屈もわからなくはない。新人を売り出すには、これ以上ない当たり曲が欲しい。だけど、じゃあそういうことで。最後にそう言い放って、社長はさっさと会議室を出て行った。俺はぐっと拳を握りしめたまま、絞り出すように一人つぶやく。彩香は、どうなるんだよ。誰からも返事はない。応接室に残された俺は、ただ固い沈黙の中で立ち尽くすしかなかった。その日の夜、俺はどうにも落ち着かなくて、まだ事務所に残っていた彩香を捕まえ、今回の件を正直に話すことにした。私の曲を新人に歌わせるって、本当ですか？彩香は控え室のソファーに腰掛けたまま、目を大きく見開く。いつもなら、少し疲れている時でも笑ってごまかす彼女が、さすがに今回ばかりは言葉を失っている。社長の方針だ。新人といっても、あの林家で、声楽を学んでるらしい。めちゃくちゃ歌が上手いとか、なんとか。そんな、あの曲、杉崎さんが私のために書いてくれたのに。そう言いかけて、彩香はぐっと唇を噛む。その姿を見ていると、胸が痛んだ。今にも涙が溢れそうで、俺は握りしめた拳をほどいた。やっぱり納得できない。この曲はお前だけのために書いた曲なんだ。俺が社長に話してくるよ。ちゃんと説明すれば分かってもらえるかもしれない。そう言って立ち上がろうとする俺を、彩香は慌てたように腕を掴む。ぬくもりのあるその手からは、どこか一生懸命な思いが伝わってくる。大丈夫です、杉崎さん。ありがとうございます。でもいいんです。社長がそう言うんじゃどうしようもないじゃないですか。私がもっと実力をつければ、いつかきっと。最後まで言い切らずに、彩香は無理やり笑顔を作る。だからこそ、彼女が本当はどれほど悔しい思いをしているかが痛いほど伝わった。小さく震える唇を見つめながら、俺は何とも言えないやるせなさを覚える。そうか。はい。彩香の笑顔はどこか苦しげでもあった。そして後日、レーベルのスケジュールに従う形で、俺は凛花をスタジオに迎えることになった。あの時は、やたらと高飛車な印象を受けたが、今日は少し違う雰囲気で現れた。なんか、すみませんね。星野さんの曲を奪っちゃったみたいで、レーベルの方針ですから、私もどうしようもなくて。それでも、こういう機会をもらえたのは嬉しいんです。私は声楽をやってて、実はずっとプロを目指してたから、杉崎さんの曲を歌えるなんてすごく光栄なんですよ。彼女は恐縮気味に微笑みかけ、持参した譜面をテーブルに並べ始めた。じゃあ、早速お願いします。俺が音源の用意をすると、凛花は、はいとうなずき、イヤホンを装着して、ボーカルブースの中へ入る。さっきまでの遠慮がちだった表情は消え失せ、まるで舞台女優のように、堂々とマイクの前に立つ。再生ボタンを押し、オケが流れ始める。すると凛花は、声楽仕込みの正確なピッチと伸びやかな声を響かせた。一音一音がクリアで、音程のズレなど一切感じられない。なるほど。確かに歌が上手いという評価は嘘じゃない。一通りテイクが終わると、凛花はイヤホンを外し、軽く息をついてからこちらを見る。どうでした？すごい緊張しちゃいましたけど。一応は歌えたかと思います。もっと上手く歌えますので、何でも言ってくださいね。その口元には小さな埃が滲んでいる。先ほどまで見せていたすみませんねという遠慮の態度よりも手応えを感じている様子がはるかに強く伝わってきた。もっと上手くとはどういう意味？俺がそう切り返すと、凛花はマイク越しにスッと顎を引き、ふわりと笑みを浮かべる。さっきまでの謙虚さは消え去り、彼女本来の令嬢らしい気負いが見え隠れする。この曲、星野さんのために作った曲なんですって。でもぶっちゃけあの子、顔だけじゃないですか。確かに可愛いし人気はあるんだろうけど、ピッチも曖昧だし、技術もまだまだ。私に任せてくれれば、
この曲を完璧に歌いこなしてみせますよ。マイクスタンドに片手を添え、凛花は自信満々にそう言い切る。確かに、彼女の歌唱力は認めざるを得ないほど高い。しかし、その一言がやけに耳障りだ。あの合コンで見せた態度が頭をよぎり、胸の奥がざわつく。そうだね。技術的には君なら完璧に歌いこなせるかもしれない。でも残念だけど、俺は君とはやっていけない。スタジオ内に一瞬しんとした空気が流れた。イヤホンを手にしたまま、凛花の瞳がわずかに見開かれる。はぁ？どういうこと？歌はちゃんと歌えてるわよ。私が下手だって言うの？憤慨する彼女に、俺は静かに首を振る。そうじゃない。あなたは確かに上手いし、音程も完璧かもしれない。でも、歌ってのはその人の人柄が滲むもんだ。あなたの歌には傲慢さが出ちゃってる。テクニックで押し切ろうとしていて、心を揺さぶる何かが伝わってこない。俺は、この曲の良さをまるで感じられない。彼女の方が見る間に好調する。まさか面と向かって否定されるとは思わなかったのだろう。彼女は激高し、荒々しく譜面を机に叩きつけた。生意気言うんじゃないわよ。私にはパパがついてるのよ。こんなに歌が上手い私を否定するなんて許されると思ってるの？今すぐパパに言いつけてやるから。彼女の声がスタジオに反響するほど大きい。俺は肩をすくめつつ、冷静に言葉を返した。言いつけるなりなんなり自由にすればいい。でもこれは事実なんだ。テクニックや声量だけが全てじゃない。心がこもってなければ、どんなに上手くても聞く人の胸には届かない。ふざけないで。私の歌は先生たちからも絶賛されたのよ。あなたなんかが口を挟む余地なんてないの。口を挟む余地がないのはテクニックについてだろ。そこは俺も認める。だけど、歌ってのは誰の歌かっていうことが重要なんだ。今の君の歌からは、正直、星野彩香が歌ったらどうなるかなんてことばかり気にしている。傲慢な気配しか感じられない。うるさい。あんな子より私の方が絶対に歌えるわ。今に見てなさいよ。パパに言えば、あなたなんてクビにできるんだから。凛花は鋭い眼差しをこちらに投げつけ、足音荒くスタジオから飛び出していく。扉がバタンと閉まると、静寂の戻った空間に、俺の息遣いだけが響いていた。彼女の怒りを買ったことは間違いないが、それでも譲れない思いがある。曲は単なる商品じゃない。作る側も歌う側も、本気で向き合わないと意味がないのだから。翌日、案の定と言うべきか、社長から呼び出しがかかった。都内の高層ビルにある桜エンターテイメント本社の応接室に入ると、すでに社長は険しい顔で腕を組んでいる。凛花も、隣で眉をつり上げ、パパ、早く何とかして、と不満げに促していた。杉崎くん、君にはがっかりだ。せっかくうちの娘が興味を持った曲だというのに、あんな失礼なことを言うなんてな。娘は傷ついてしまったんだぞ。失礼というか、事実を言ったまでです。彼女では曲の良さが伝わりません。ここでも俺は態度を翻さない。どうせもう後がないなら、と開き直るしかなかった。社長は一瞬ぎょっとしたような顔になるが、すぐに唇を固く結び、声を荒げた。いいだろう。そこまで言うのならクビだ。君は作曲家として、うちではもう使わんよ。契約解除だ。出て行きたまえ。凛花は口元をつり上げ、勝ち誇ったように俺を見る。俺はそれを無視して荷物をまとめ始めるしかなかった。胸が痛むが、全く後悔はない。これで俺も、桜エンターテイメントの庇護下から外れ、フリーに逆戻りだ。スタジオを出て、行き先も決めずに夜の街をさまよう。これまでもフリーで活動してきたようなものだが、大手レーベルと契約した後の反動は大きい。連絡網もパイプも何もかもが途絶えそうだ。しかも、真田社長が黙っているとは思えない。どんな妨害が待ち受けているか考えるだけで胃が重くなった。そんな時、スマホが震える。彩香からだ。杉崎さん、どうして辞めちゃったんですか？今、どこにいますか？電話口の音量を落としながら、俺は通りの隅に立ち止まる。しばらく、言い訳めいた言葉しか浮かばず、黙り込んでしまった。ごめん。あそこにいても、俺の作りたい曲は作れないと思った。それだけだ。そんな、私、事務所で杉崎さんが辞めたって聞かされて、本当に驚いたんですよ。彼女の声はいつになく震えている。マネージャーやスタッフの目をかいくぐって連絡してきたのだろう。とにかく会わないと拉致が開かないと思い、
俺は彩香と会うことに決めた人影の少ない公園の片隅。街灯の照明だけがほんのりと地面を照らしている。わずかに肌寒くなった夜風が吹き抜ける中、彩香はトレンチコートの襟を立ててやってきた。で、本当にやめたんですね。少し荒い呼吸を整えながら、彼女はまっすぐに俺を見つめる。瞳には戸惑いと苛立ち、そして寂しさが混ざっていた。社長の意向に従っていたら、あの曲は凛花に回される。俺には耐えられなかったんだよ。耐えられないなら、なんで相談してくれなかったんですか？勝手にやめるなんて。悪い。でも時間がなかった。あれ以上ずるずる引き伸ばせば、あの曲が丸ごと潰されるか、誰かに取られるだけだったから、言い合いになるのも時間の問題だった。実際、彩香の目に涙が浮かんでいるように見えたが、彼女は懸命に耐えているようだった。それなら、私もやめます。唐突な言葉。思わず俺は息を飲んだ。今や看板アーティストとも言える彼女が、簡単に口にしていい言葉じゃない。慌てて首を振る。待て、それはまずい。お前はもう大勢のファンに支持されてるし、こんな形でやめたら、社長の妨害だって容赦ないぞ。構いません。私限界なんです。あそこにいても私の歌なんてなくなっちゃう。杉崎さんがいないなら、なおさら意味がない。彼女の瞳から涙がこぼれ落ちる。俺は思わず手を伸ばし、そっと彩香の肩を支えた。彩香、それは、もしかしたら、取り返しのつかないことになるかもしれないんだぞ。わかってます。でも、もう決めました。その言葉には、それ以上の反論が浮かばないほどの切実さがあった。結局、俺たちは視線を交わしたまま黙り込んでしまう。遠くの車の走行音がやけに大きく響く。わかったよ。じゃあ、もう一度、二人でやり直そう。あの曲を大ヒットさせて見返してやろう。フリーに戻ったってできることはあるはずだ。はい、もう一度、あの曲をちゃんと歌わせてください。彼女はそう言いながら涙を拭い、かすかに笑みを浮かべる。その笑顔は、初めて路上で歌っていたあの頃の彩香を思い出させる。飾り気のない、でも、意志の強い眼差し。どんなに険しい道でも、彩香となら踏み出せる気がする。二人で作った曲を、二人の手で守り抜く。そんな覚悟が、この夜の風の中で、はっきりと形を成していった。それから数日後、彩香と一緒にレコーディングの準備を進めていたある日のこと。スマホの通知が鳴りやまないのに気づいて、何気なくニュースアプリを開くと、目に飛び込んできたのは、真田凛香衝撃デビューの大きな見出しだった。そこには、今季最高の神曲、天才新人が放つ圧倒的存在感といった賛辞が並び、SNS のトレンドを総なめしているという。ただ、その曲の冒頭を再生すると、どう考えても俺が書いたデモとほぼ同じメロディーが流れ出す。作曲者のクレジットは全く知らない名前だが、コード進行もサビの展開も限りなく近い。彩香も、これ、あの曲そっくりですね。と、青ざめた顔でつぶやいた。やられたな。俺はヘッドホンを外し、テーブルに放り投げる。レーベルを飛び出して、フリーに戻った矢先の痛烈な仕打ち。あの曲を彼女用に書いたのに、どうやら内部データを利用されてしまったらしい。その夜、自宅兼仕事場の狭い部屋で頭を抱えていると、玄関の呼び鈴が唐突になった。モニター越しに確認してみれば、そこに立っていたのは大学時代の同級生。木本だ。彼は、スーツのジャケットを抱えたまま入ってきて、テーブルに持参したコンビニの袋を置く。なんだよ急に。こんな夜遅くに。やっぱり家にこもってたか？ほら、ビールでも飲めよ。木本はそう言うと、床にどかりと腰を下ろして、缶ビールのプルトップを引く。で、どうした？いや、あれ見たぞ。真田凛香とかいう新人が神曲でデビューしたってやつ。あれ、お前の曲だろ？やはり気づいていたのか。木本は一気にビールを煽ってから、しみじみとした表情になる。曲全体の雰囲気、特にコード進行とか、アレンジの癖が完全にお前節じゃないか。学生時代、バンドでやってた頃からよく知ってるから、ピンときたんだよ。あの D メロの入り方とかさ、間違いないだろ。俺は苦い笑いを漏らす。彼の指摘は的確だ。大学時代から幾度となく音楽の話をしてきた男だから、俺の作風を把握しているのも無理はない。やっぱりわかるか。そうだよ。曲名も作曲者名も違うけど、中身はほぼ俺が書いたやつ。
そのまま使われたんだろうな。やっぱりな。それで、どうすんだよ。木本の問いに俺は言葉を詰まらせる。普通なら、訴える以外にないが、相手は大手レーベルだ。圧倒的な資金と業界のコネを持っているため、下手に争えば潰されてしまう危険性もある。相手は、桜エンターテイメントだ。今更俺みたいなフリーの作曲家が訴えたところで、どれだけ勝ち目があるか。そんな弱気な声を漏らすと、木本は唇を曲げて笑う。お前、なんか勘違いしてないか？俺、法学部時代からの知り合いだろ？弁護士として働いてるのは知ってるよな。いや、でも、そう簡単じゃないだろ。向こうには一流事務所の弁護士もいるだろうし、証拠だってうまく隠される可能性がある。可能性があるだけで戦わないのか？お前らしくないぞ。曲を盗まれたままでいいのか？このまま黙ってたら、お前の音楽人生が壊されるかもしれないんだぞ。木本はビールの缶を持ったまま俺に詰め寄る。迷いがちな俺に苛立っているようだが、その奥には、何とかしてやりたいという友人としての思いが見える。なあ、あの合コン以来、お前とまともに話してなかったけど、実はあの時、俺もちょっとお前のことをバカにしてたんだ。法学部行って弁護士確実って言われてたくせに、音楽の道に進むなんて酔狂なやつだなって。でも今思うと、お前は自分の夢をしっかり貫いてる。お前はすげえよ。そう言われた瞬間、胸の奥で何かが軽くなった気がした。勉強自体は嫌いじゃなかったし、実際、法廷に立って人を助ける弁護士という職業は、社会的にも意義のある立派な道だと分かっていた。だけど、幼い頃から音に触れるたびに感じてきたあのワクワク。ギターの弦に指が触れただけで、まるで新しい世界が広がるような感覚。それがどうしても捨てきれなかった。もちろん、弁護士の道だって人を助ける素晴らしい仕事だと思う。けれど、俺にとっては音楽が言葉以上の力を持っているように感じられた。音が鳴った瞬間に伝わる熱量、心の奥まで届く衝撃。それを自分の手で生み出して聴いてくれる人に届けたい。そんな夢を諦める方が、よほど自分を偽る行為だと思った。だから、俺は周囲の反対を押し切って音楽の道を選んだ。俺はただ、弁護士になるって夢を親や周りに追い立てられるようにしてきただけだけど、お前は自分の意志でこの道を選んで成功してる。お前の曲、ちゃんと評価されるべきだろ？木本、こんなところで終わってほしくないんだよ。お前がこのまま泣き寝入りするようなやつだとは思いたくない。訴えろよ。曲を書いたのはお前なんだって、胸張って言え。その力強い言葉に、俺は喉が詰まる。彩香のためにも、俺のためにも、ここで引き下がるわけにはいかない。頭では分かっていたが、ずっと怖かった。だが、木本がこうして背中を押してくれるのなら、分かった。やってみるよ。なんとか証拠も揃えて勝ち目を探す。木本、頼っていいのか？当たり前だろ。俺も日本一の弁護士になるって夢があるんだ。こんな大勝負、燃えないわけがないだろ。俺は俺の夢を叶える。その過程で、お前の曲を取り返すって話さ。木本は立ち上がり、さっと手を差し出してくる。俺はその手を力強く握り返す。胸の奥に、じんわりと熱いものが湧き起こるのが分かった。ありがとう。本当に助かる。たとえ相手が大手だろうと、やるしかないよな。あ、その息だ。お前の音楽は何者にも奪われるべきじゃない。静かな夜の中で、二人は改めて拳を突き合わせる。今まさに、大手レーベルへの宣戦布告をする瞬間だ。夢を貫く者同士、乗り越えるべき壁は高いかもしれない。それでも、ここで動かなければ一生後悔するだろう。提訴の翌日から、俺たち、作曲者である俺と、弁護士として奮闘する木本。それに、彩香のチームは、怒涛のような日々を過ごした。相手は業界トップクラスの大手レーベル、桜エンターテイメント。その社長や顧問弁護士、さらには、裏で糸を引く大勢の業界関係者まで、敵はあまりにも多い。まともに戦って勝てるのか。最初は誰もが不安を抱えていた。しかし木本は、恐れるどころか燃えていた。彼にとっては、日本一の弁護士になるという夢があり、これ以上ない大舞台でもある。俺は俺で、この曲を取り返さないと、自分のプライドも未来も失ってしまうと、覚悟を決めていた。彩香は、この曲を私の声で歌いたい。という強い思いを胸に、必要な証拠集めや
証言にも積極的に協力してくれた。法廷で明かされた真田社長の実態は想像以上に黒かった。著作権侵害や契約書への違法条項の追加、二重契約の強要など、その手口は次から次へと暴露され、世間を大いに騒がせる。その結果、社長のみならず、桜エンターテイメント全体が膨大な数の不祥事を抱え込む事態に陥った。さらに、凛花のデビュー曲が盗作だったのも決定的で、メディアは大スキャンダルとして大々的に取り上げ始める。裁判は混迷を極めたが、木本が用意した証拠はどれも強力で、俺が書いたデモ音源やメッセージのやり取り、彩香による証言までしっかり裏付けが取れた。審理を重ねるたびに、相手の弁護側は追い詰められ、大手レーベルの権威など吹き飛ぶほどのダメージを負う。最終的に裁判所は、作曲者は杉崎優斗である、という判決を下し、桜エンターテイメントに多額の損害賠償金と謝罪広告の掲載を命じた。その上真田社長は、他にも過去の契約違反が複数発覚という追い打ちを食らい、一躍、業界最大級の不祥事の主役となってしまう。週刊誌は音楽業界の闇、大手レーベル崩壊寸前と大騒ぎし、SNS でも批判が殺到した。当然、凛花もデビュー曲が盗作だと判明したことで、一夜にして天才霊場シンガーの称号を失った。そんなある夜、街角のカフェの前で偶然再会した凛花は、かつての高飛車な雰囲気を失い、すっかりやつれていた。頬はこけ、瞳もうつろで、重そうにため息をつく。俺が大丈夫かと声をかけると、彼女はか細く笑って首を振った。大丈夫なんてあるわけないじゃない。でも、本当は私、自分の力で歌手になりたかったのよ。父の影響力を借りれば、簡単にステージに立てるって思って、あんな暴挙に出ちゃったけど、どこで間違えたのかしらね。うつろな瞳のまま、凛花は苦しそうに笑い、帽子を深くかぶり直す。結局、誰も私の歌なんて聞いてくれなかった。父の人形だっただけ。彼女のつぶやきには、痛ましいほどの後悔と、本当は純粋に歌いたかったという未練が滲んでいた。けれど、それ以上何も言わず、凛花は夜の闇に消えていく。俺はただ、その背中を見送るしかなかった。かくして、裁判は俺たちの勝訴という形で幕を下ろした。彩香のために書き下ろした曲を、彩香とレコーディングをし、リリースすると。それは驚くほどの速さでヒットチャートを駆け上がった。もともと話題性があったのも大きいが、彩香の切ないほど純粋な歌声と、当初から構想していた本来のアレンジが圧倒的な魅力を放ったのだろう。テレビや SNS、音楽メディアが、これこそが本物の神曲だと大絶賛。リスナーはもちろん、業界関係者もこれはやばいと驚嘆し、瞬く間に社会的ヒットへと成長していく。しかも、そこで終わりではなかった。この爆発的ブームに目をつけた海外の大手レーベルが、ぜひ一緒に世界へ挑戦しませんかとオファーをくれたのだ。俺と彩香はもちろん、やらせてくださいと二つ返事。木本も、まだ訴訟関係の仕事が残ってるけど、うまくホームの仕事をやってみせるよと頼もしい言葉をくれる。こうして、俺たちは国内トップヒットにとどまらず、世界を視野に活動することになった。今日もレコーディングが終わった頃、くたくたに疲れた彩香が俺の前へとふらりとやってきた。お疲れさん、大丈夫か？ソファーから立ち上がって声をかけると、彩香は笑うでもなく、苦笑いでもなく、ただ、ふーっと大きなため息をつく。ねえ、頑張ったからご褒美ください。何でもいいです。ご褒美って、俺にできることなんてたかが知れてるぞ。そう答えながら彼女の顔を伺うと、彩香はにやりと笑みを浮かべる。じゃあ、私とも合コンやってください。合コン？意表をつかれ、思わず言葉を飲み込む俺に、彩香はさらに顔を寄せてくる。目の奥がどこかいたずらっぽく光っていた。ただし、私と二人きりの合コンですよ。それって合コンじゃなくて。そういうのは野暮って言うんです。いいじゃないですか。私が頑張ったご褒美なんだから。彩香は満足そうに微笑むと、軽い足取りでスタジオの外へ歩き始めた。すべてをかけた一曲が奇跡のように蘇り、今や世界へ羽ばたこうとしている。その姿を見つめながら、俺は深い息を吐き、覚悟を新たにした。これまでの苦労も試練も、
すべてが俺と彩香、そして仲間たちを強くさせてくれた。次なる舞台は海外。夢はまだまだ終わらない。俺たちはどこへでも行ける。音楽と思いさえあれば